今日の動画はこんなお話。OLED ディスプレイの使い方について解説します。今日使うのは Arduino Uno R4 の Wi-Fi バージョン、ブレッドボード、OLED ディスプレイ、そしてジャンパーワイヤーを適量。これらを使って OLED ディスプレイを動かす回路を作ります。OLED とは有機物を使った LED のことで、今回使うディスプレイにはその LED が使われています。ちなみに似た言葉で有機 EL がありますが、こちらは有機物が発光する現象そのものを指す言葉で、その発光現象を利用して作ったデバイスのことを OLED と呼びます。OLED ディスプレイを動かす回路の配線はこんな感じです。図のように Arduino と OLED はクロックとデータの2本の通信線でつながっており、この通信方式を I²C と言います。詳しい話は専門書や専門サイトにお譲りするとして、今回使う回路では OLED の SCL と SDA をそれぞれ Arduino の A5 と A4 ピンにつないでいますが、Arduino の A5 ピンと A4 ピンは内部で SCL と SDA につながっているので問題ありません。加えてサンプルプログラムで Arduino の A5 と A4 ピンにつないでほしい感じで言及されている気がしたので、今回はプログラムに合わせてArduino の SCL と SDA ピンではなく、あえて A5 ピンと A4 ピンにつないでいます。また SCL と SDA はそれぞれプルアップ抵抗が必要なのですが、調べた感じだと OLED 側に抵抗がついているみたいだったので、今回は用意していません。では回路の準備ができましたので、実際にプログラミングをしていきましょう。まずはじめに必要なライブラリをインストールします。Arduino IDE の左端のアイコンの上から3つ目をクリックして、検索窓に Adafruit SSD1306 と入力すると一番上に出てくるライブラリをインストールします。次にサンプルプログラムを動かして作った回路が正しく動くかどうかを試します。左上のファイルからスケッチ例 Adafruit SSD1306SSD1306-128×64 I²C の順にクリックし、サンプルプログラムを開きます。そしてプログラムの35行目のスクリーンアドレスを 0x3c に書き換えます。コメントアウトでは解像度が 128×64 のディスプレイの場合は 0x3d に指定するよう書いてありますが、データシートを見ると2進数で0111100を指定するように記述があり、これを16進数に直すと 0x3c になります。なのでここでは 0x3c を指定します。それ以外は特に変更せず、このまま Arduino にサンプルプログラムを書き込みます。このように様々な図形のデモが表示されていれば OK です。OLED の画面がちらついているように見えますが、これは使用しているカメラが理由です。目視では問題ありませんので安心してください。正常に動くことが確認できたので、次からは好きな文字や図形を表示してみます。ここでディスプレイに何かを表示する際のプログラムの流れを簡単に整理しておきます。まず display.clearDisplay を使ってディスプレイに残っている表示を消します。この文がないと前に表示していたものの上から新しく何かを重ねて表示することになりますので気をつけてください。次に表示したいものを設定します。例えば文字とか図形とか自分が表示したい好きなものを設定します。そして最後に display.display で設定した内容を実際にディスプレイに表示します。このような流れでディスプレイに表示します。今回はディスプレイに文字と図形を表示する方法を3つご紹介します。まずは文字を表示するプログラムです。新しいスケッチを開いて画面のように最低限必要なプログラムを書きます。文字を表示するには次の4つを設定します。セットテキストカラーで文字の色を決め、セットテキストサイズで文字のサイズを、セットカーソルで文字の位置を指定し、プリント LN で表示する文字を決めます。例えばこんな感じにプログラムを書いて実際に書き込んでみると、このように Hello World という文字列が表示されます。
さらに例えばセットカーソルで指定する座標を変数にして増減させると、こんな感じで動かしたりできます。次は円の表示方法をご紹介します。円を描くにはドローサークルという文を使います。それぞれ X 座標、Y 座標、半径、色を設定します。例えばこんな感じにプログラムを書いて実際に書き込んでみると、このように円が表示されます。ちなみにドローサークルではなくフィルサークルにして色にインバースを指定すると、こんな感じで塗りつぶされた円を描くことができます。最後に四角形を表示する方法をご紹介します。四角形を描く場合はドローレクトを使います。それぞれ X 座標、Y 座標、幅、高さ、色を設定します。例えばこんな感じにプログラムを書いて実際に書き込んでみると、このように四角形が表示されます。円の時と同じくドローレクトではなくフィルレクトにして色にインバースを指定すると、こんな感じで塗りつぶされた四角形を描くことができます。これらを応用すれば、例えばこんなクラシックなシューティングゲームとかも作れます。ソースコードは概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ遊んでみてください。もし試してみて面白かったよという方はコメントいただけると嬉しいです。ということで今日の動画は OLED ディスプレイの使い方について解説するでした。ディスプレイが使えるようになるとできることが一気に広がります。簡単なゲームをプログラミングできたりと楽しみが増えるので、ぜひ遊んでみてください。それではまた次回。さよなら。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。ちなみに自作したシューティングゲームですが、スコアは頑張っても29でした。皆さんもぜひチャレンジしてみてください。